はいどうもホタルです。今回は面白い形でテーマが決まりまして、それがどういうことかと言いますと、最初は自分の相棒の CB190SS について調べてたんですよ。そこで CB400SS という別の排気量の存在を知って、なんやかんやして気づいたらいつの間にか CB400 スーパーフォアを調べてました。そこで新型の凄さに直面しました。ただせっかくなので CB400 スーパーフォアの歴史の勉強からやりたいと思いまして、今回はホタルのバイク夜間学校の授業という設定でやらせていただきます。それでは今回の時間割です。朝礼は終わりましたね。1時間目、旧型 CB400 スーパーフォアの歴史を年式比較。2時間目、新型を40代初心者ライダーの視点で見た神機能5選。3時間目、本田さんへの本気の願い。そして最後終礼です。私にとってはまだ新しい記憶なんですけれども、教習所通ってた頃はこの4気筒のアイドリングの振動と走行音、もうこれに心持ってかれてまして、うわこのバイク欲しいなってもう一瞬で思いました。ただもう重すぎて正直教習所通ってた頃もきつかったんですよ。もうスタンドを立てるためにバイクを起こすだけでも結構きつかったんですね、非力な私にとっては。それで、今現在 150cc クラスの CB190SS に乗ってますけれども、まだ諦めてない自分がいるんですよ。では早速憧れの CB400 スーパーフォアについて40代初心者ライダーが過去へ遡って歴史の勉強をしたいと思います。今回は国内モデルだけなのと、比較表はすでに様々なサイトで詳しく出てますので、スペックの比較説明とかは特にしません。例えば年式の NC39 の中でもスペック1、2、3があったり、 NC42 も前期後期があって性能も異なったりしますので、スペックはざっくりこんなものっていう形でご覧ください。見てほしいのはスペックではなく歴史をたどるのがメインなので、特徴だけをお話しさせていただきます。そしてこれは私スペック表作ってる時にあるものとすごい似てるなと思ったんですよ。これ何だと思います？ヒント2つあります。1つ目は馬力の数字、2つ目は進化し続けてるっていう点ですね。もうお分かりですかね。1992年の初代 NC31 が排気量53、戦闘力53万、まさしくフリーザの第1形態です。そして第2形態は1999年の NC39 で VTEC 搭載。第3形態は2007年の NC42。 こちらではインジェクション化による脳みその発達です。そうです、まさにちょっと頭がグググッと長くなった状態です。そしてその結果名前にレボがつきまして VTEC もより凶悪な強さになりました。その凶悪さですけれども、今まではただ回転数で切り替わってたバルブが、なんとライダーが今どれぐらいアクセルを開けているのかまで脳みそが感知するようになったんですよ。そしてゆっくり走ってる時は回転数高くても燃費重視の2バルブでも、ライダーがクイッと本気で加速したいとひねった瞬間、脳みそが瞬時に判断して即4バルブが切り替わる。今聞いてもすごい機能だと思いますよね。そして最終形態です。ここから2時間目に入ります。ちなみに我が夜間学校には休憩時間はありません。40代初心者ライダーの視点で見た神機能5選。1つ目と2つ目は正直私はずっといらない機能と思っていて反対派だったんですよ。それが調べていって意見が180度変わりました。今では当たり前にあるものなんですけれども、答えは E クラッチですね。じゃあ1つ目、減速時のショックを消し去る自動ブリッピング機能。新型 CB400 スーパーフォアの E クラッチがもたらす1つ目のヤバい機能がこれだと思いました。シフトダウンした時にバイクの脳みそが自動でエンジンの回転数をフォンフォンと一瞬で合わせてくれる。マニュアル車ってギアを下げる時にどうしてもガクンと衝撃が出やすいと思うんですけれども、この機能があることで変速のショックが滑らかになるっていうところですね。自分の操作が一段と上手くなったような安心感もあって、
減速する時の緊張感を優しくしてほぐしてくれるみたいな、そんな素晴らしい機能だなと感じました。でこれはタンデム走行時にも力を発揮してくれそうだなと感じてまして、運転者はもちろん後ろの方も振動が少ない分安心して乗ることができますよね。電動モーターの超能力で変速ショックそのものを完全に消し去ってくれる。もうこれやばすぎますよね。そして2つ目、左手に余裕が生まれる安全停止渋滞アシスト。この E クラッチの何よりありがたいポイントが、発進の時、渋滞でトロトロ進む時、そして交差点で完全に止まる時、最初から最後までクラッチレバーを握らなくてもエンストをしない仕様になってます。特に狭い住宅街の交差点などでウインカーを出して周囲の安全に目を配って、さらに半クラ操作もしてと、初心者の私には脳のキャパシティがいっぱいいっぱいになってしまいます。特にウインカーと半クラ、これを同時にやるって結構厳しいですよね。ただそこに絶対にエンストしないという安心感の土台があったら、ウインカーと周囲の危険察知だけに集中できるんで、これは最初反対だった時はですね、マニュアル感がなくなって嫌だなと思ってたんですよ。ただこの E クラッチの凄さはそんな浅いものじゃなかったです。これは楽をするための機能ではなく、街乗りでの脳のキャパシティを安全に回すための最強の安全機能、これが分かったので見方が180度変わりました。3つ目、瞬時に牙を隠せる電子制御スロットル4段階パワーモード。従来のワイヤーを廃止してミリ単位の電子信号でエンジンを制御する最新システムです。エンジンをパワーアップさせるんじゃなくて、エンジンを一から作り直した。雨の日や4気筒のパワーにビビってしまった時はモードを切り替えるだけで58馬力の化け物エンジンをおとなしくできる。どこまでおとなしくできるかわかんないですけど、もしかしたら 150cc クラス並みに超マイルドな性格にもできるのかもしれないですね。あとトラクションコントロールも段階で変えられますので、スリップ防止についても強いですね。なんかこのモード切り替え機能だけで何台も異なるバイクを所有しているような遊び方ができそうだなと初心者ながら感じてしまいました。その日の気分で今日はこのバージョンで行こうとかですね、そんな遊び方もできる非常に良い点だなと感じました。4つ目、非力で腰痛持ちの私に優しすぎるマイナス14キロの肉体改造。これは最新の 3D 解析技術によりフレームの強度を保ったまま限界まで削ぎ落とした結果だと思うんですけど、旧型の 201kg から 187kg への超軽量化、まさにフリーザ様が最終形態になって無駄なゴツゴツをなくしてスマートになった姿ですよね。もう完全にシンクロしますよね。押し歩きや取り回しの感覚が完全に変わる重量だと思うんですよ、14kg。正直私はですよ、どの機能よりもこの軽くなったが一番嬉しいです。そして5つ目、5インチフルカラー TFT 液晶メーター。スマホとバイクを完全に連携させてメーター画面にナビを表示させられる最新の液晶画面です。これもなんですけど、本音を言うと最初は CB のメーターは絶対にアナログの二眼メーターじゃなきゃ嫌だって思ってたんですよ。アナログじゃなくてもデジタルでもいいから二眼にしてほしいって思ってたんですね。もうあのキーをオンにして針がビビビンとこう上がるのがロマンじゃないですか。ただそれがなくてもデジタルでもやってくれるじゃないですか、最近のって。そっちでもいいと思ってたんですけど、四角のスマートメーターみたいになってますよね。でこれもいろいろ見てたら見方が変わったっていうところなんですけど、でこれ最近流行りの数万円する後付けのスマートメーターをわざわざ買い足さなくていいってことなんですよね。メーターといつも買い足していたスマートメーターが一体化してるんですよ。私が別動画で頑張ってつけて技的マークなくて最終的に外すとかわけわかんないことしなくていいんですよ。もうその時の動画ではギボシ端子とかコクワガタとかそんなのと戦わなくていいんですよ。ちょっと取り乱しましたけれども、これのすごいところは地味なんですけど、スマホホルダーでカメラ機能を心配しながら小さい画面を見る必要がないっていうのと、後付けのスマートモニターをつけた場合
盗難リスクを考えて乗り降りするたびに取り外したりしますよね。それをしなくていいんですよ。これってかなり大きい要素だと思いませんか？余計な追加投資もゼロ、そしてハンドル周りもごちゃつかずに新車の美しさをキープできる。迷子になる不安からもお財布の悩みからも解放されて、目の前の景色と4気筒の走りに 100% 集中できる。それに気づいた時、私の中でこの最新液晶メーターはロマンを壊すガジェットじゃなくて、お財布事情と余計なホルダーなどをつけずに一つで何役もこなす最高のナビゲーターだと脳内で評価が大逆転しました。ここから3時間目入ります。ここまで新型 CB400 スーパー4 E クラッチ、またの名を最終形態、これを絶賛してきたわけですけれども、最後に40代初心者の私から無理を承知で本田さんに一つだけどうしても言いたいことがあります。これ本音の叫びです。本田さん、お願いします。どうかこのデザイン、この E クラッチのまま車検のない 250cc の4気筒版 CB250 スーパー4 E クラッチという新たな伝説を作ってほしいです。40代初心者の現実としては、やっぱり 400cc の2年ごとの車検、これがお財布にも重くのしかかり、車体も14キロ頑張っていただきましたけれども、まだ重い。私が今 150cc クラスのネオクラに乗ってるのは、まさにこの維持費の優しさと軽さに救われてるからなんですよ。4気筒のロマンと E クラッチの優しさは欲しい。だけど車検があるから 400cc にはどうしても踏み切れない。そんな私のようなライダー、全国にたくさんいるはずなんですよ。もしこれが車検のない 250cc 版で出たら、間違いなく全国のライダーたちがごそっと親御さんや奥さんに土下座してハンコ握りしめてホンダドリームに大行列を作ると思うんですね。本田さん、若い世代や我々おじさん世代のために、夢のために 250cc 版の4気筒ネオクラをいつか絶対に待ってますので、よろしくお願いします。終了です。さて、いかがだったでしょうか。皆さんお気づきですか？そうです。また次回予告と関係ない内容です。もうここまで来ると、もはやわざとだろうって思いますよね。もうわざとです今回はだってもう皆さん多分バイク用品なんて他の動画でプロフェッショナルな方がたくさん出してるから、初心者の私が動画出しても見たくないですよね。需要があるなら出します。もしこれ需要があると思っていただけるんであればコメントください。そしたらもう台本全部作って写真も全部撮ってあるんですよ。長くなりそうなんでこの辺りで締めたいと思います。もしよかったら皆さんの新型への思いもコメントで教えていただければと思います。それでは良いバイクライフを。バイバイ。初心者のくせに学校とか先生とか言って調子に乗ってほんとすいません。